警察官を殴られたのを覚えてらっしゃいますでしょうか。人生終わったと思って。AD というのは皆さんもう人権がないんです。ただの奴隷です。2週間ぐらい帰ってない自分どんどん臭くなっていってる。僕編集室でそれ号泣しまして、尊厳がどんどん失われていくんですよね。UJapan starts here. Let's go JP.com. 皆さん、もうかればか吉田浩司です。よろしくお願いします。どうぞ、大志純ちゃん。よろしくお願いします。純ちゃん、ついに我々の吉田社長ジャパン TV に出てくださって、もうほんま楽しみにしました。三原ジャパンからやってまいりました。ようこそようこそ来てくださいました。左右より先に来たぞ。お前悔しいか。いやいやいや、出てるぞ。いや、みんな仲いいから。そうそう、仲良くやってますけど。ここは台北じゃないんですよね。東京なんですよ。ね。で、渋谷区代々木、はい、我々がやってるお店小料理吉田に今日純ちゃんお招きしております。ありがとうございます。お招きいただきまして。わざわざこのためにこのために来ましたよ。吉田社長に会うために来ましたよ。私は。マジでありがとうございます。でも明日帰るんでしょ、台湾に。明日帰ります。本当このため、これ以外僕コンビニの撮影しかしてないんですよ。もうちょっとゆっくりしてもよかったんじゃないですか。いや、そうなんですけど、僕も吉田さんと同じように台北でお店を本バーというね、そうや、お店を臨戦ベイルーでやっておりまして、行きましたよ。そうなんです。あ、来てくださってありがとうございます。楽しかった。嬉しいです。まあ、とりあえず乾杯しましょうか。あ、そうですね。まずはありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃしっとりしてる。本場はもう今更ですけど野球をテーマにしてるんですよね。そうです。台湾チアリーダーみたいなところをコンセプトにしてまして、チアリーダー風のスタッフとお客様が楽しい時間を過ごせるお店というコンセプトで、はい、ユニフォームも作ってやってます。オリジナルのやつを。もう100万回ぐらい聞かれたと思うんですけど、なぜそれをしようと思ったんですか。もともとお店やりたいっていうふうに思ったんですけれども、やっぱただ自分がいるだけっていうとちょっとなんかこう物足りないなというふうに思ったので、やっぱり日本人のお客様も多いので、どういうコンセプトがいいかなっていうふうに考えた時に、やっぱ台湾野球のこの人気っていうのは今すごいですからね。今日本にも台湾のチアリーダーさんの知名度めっちゃ高いじゃないですか。高いんです。みんな知ってる。最初はチュンチュンさんに始まって、もうみんなやってましたよ。これやってましたよ。今回ね、もう純ちゃんを呼んだのは他でも、僕この間ね、いくらをするとコラボしてたでしょ。あれ見て、あ、これいいな、俺も純ちゃんとコラボしたいということで、嬉しい。僕のチャンネルでも5年ぐらいやってるんですけど、多分コラボ2回目、イレンさん以来の2回目ですよ。そんな名誉ある。いいんですか、自分で。いいですよ。僕もともと変態先生ですよ。大丈夫ですか。もうでも捨てました。あれ大変でしたね。いや、全然あれなんですけれども、これからね、僕も日本の魅力をたくさん台湾に伝えていきたいので、その時にちょっと不便みたいで、変態先生っていう名前が。日本のちょっとなんか格式高いところとかがどういう YouTuber 来るんですか。変態先生が。じゃあ変態先生だったらお断りでみたいな。実際そうやってこう不便があったんですか。あったんですよ。これがびっくりしました。本当に県からお仕事もいただけるぞという手前で、ちょっと上のものから変態先生って名前がちょっとこうやって。なぜビエンタイシンさんなんですか。ビエンタイ先生はもともとサイエンジャパン活動初期の頃に日台文化比較コントみたいにやってたんです。そんなことやってた時期もあったんですか。そうなんですよ。日本の挨拶の仕方とか、コントなんで最後オチが必要っていうことで、日本っていうとちょっとこうエッチな文化とかもあるから、最後変態さんが来ちゃうぞみたいなので三原さんのお尻触ってコントおしまいみたいなそういうコントから実写系に移行するときに素の純ちゃんっていうキャラクターよりは1個キャラクターがあった方が台湾の人にも覚えてもらいやすいだろうなっていうので、たまったんですよ。これ自分で
僕変態先生で行きたいんだって言ったわけじゃないですか。3円が言ったの。3円ですけれども、俺はアイドルになりたいからお前は変態先生をやれ。うわもう全然いやもう大丈夫なんですかそんなんで。いいんです。僕もともと松竹の養成所とかにも通ってたような、それ別にお笑いとかも好きな、そういう笑われたりするの好きだから美味しいなって思って最高って思ってやってたら、まさか未来にこんな風になるとは。純ちゃんはもちろんそのちゃんとその名前として浸透してますけど、変態先生も結構浸透してましたもんね。まあ今でもどっちかっていうと「あ、変態先生」って言われます。名前強烈ですもんね。変態ですよ。変態先生さんでしょ。大変でしたね。いろんな過渡期があったんですね、やっぱり。そうなんです。そういう期間を経て、まあ今はなんか素の自分を推していただきたくて。なるほどね。その学生時代話してましたが、僕ら実はね同じ大学なんですよね。そうなんですよ。びっくりしました。慶應義塾大学経済学部、慶応の看板学部ですよ。学部まで一緒。僕が82年生まれで、僕88で、めっちゃもう先輩後輩ということで。そうですね。かぶってはないですね、キャンパスね。大学から慶応。はい、大学から慶応です。慶応ってこう小学校である幼稚舎から入る人、中学校から入る人、で高校から入る人、僕らは大学から。そうです。大学受験ですね。第一志望。東大落ち？一橋、国立落ち。国立大学落ちです。リアルやな。はい。第二志望ですね。で学生時代は演劇しながら何してました？演劇する、あとは稽古が終わったらみんなでお酒飲むみたいな、銀玉のあたりでお酒飲むみたいな。銀玉いいですね。慶応1学年と2学年が日吉ですからね。駅改札出ると銀色のでっかいパチンコ玉みたいな、あれが銀玉ですね。そこ待ち合わせ。そう懐かしいな。日吉裏ですね。日吉の裏側、日吉裏にそこでもなんか飲んでいくってしてたでしょ。いやもうお金が学生だからそれこそなかったので、近くのコンビニでストゼロとかこのように買ってキャンパスの近くでこう飲んだりとか、外で飲んでることが僕らすごい多かったです。でもその日吉裏のお店屋さんもみんな学生に優しいですよね。本当にいいお店いっぱいあるんですよ。でその慶応大学、早稲田もそうかもしれませんけど、とにかく酒を飲むというか好きな人多いですね。めちゃくちゃ酒飲むんですよ。めちゃめちゃ飲みます。それまでめちゃくちゃ勉強してきた人、同一人物と思えないぐらいめっちゃ酒飲むんですよ。反動なんでしょうね。反動なんでしょうね。僕本当何回も日吉裏の植え込みに突き刺さって寝てました。でも優しいんですよ、みんな地域の人が。そうですね。もう学生だからもう許してあげよう。なんでしょうね、めちゃくちゃ勉強してきたやつがなんであんな風になってしまうんでしょうね。なんなんですかね。でもこれ台湾と違うんですかね。台湾の大学生っていや多分しないでしょ。そんなにバカみたいに飲んでぐちゃぐちゃになることってあんまり。何して遊ぶんですか、そしたら。いやだからみんなでマオコンとか行くんで。みんなでマオコン？マオコン行ってお茶飲む。バイク乗って闇車乗ってバイクをさ、夜景見て、キーをさ抽選してさ、言いますよね。誰がどの鍵みたいな。いい青春してんな。あれはねいいです、青春です。あれどうなんですか。もう嫌なやつだった場合ずっと嫌な人にしがみついたまま山登っていかなくちゃいけない。女子ちょっとずっと我慢の時間なのかな。こうなってるんですか。分からない。ちょっと息止めてんのかな。しかもその後テレビ朝日でしょ。そうです。東京の、僕大阪の朝日放送出身。いやすごいですよ。もうご縁しかもう感じしかないですね。本当にびっくりしました。本当に経歴伺った時。なんでまたそんなね。テレビ局なんていや日本のテレビ局ってめっちゃ給料いいし安定してるんですよ。めっちゃいいんですよ。僕5年目ぐらいで日本円でいうと1000万円ぐらいありましたからね。いやらしいな。いやらしい話。いやらしいな。こういう日本の給料の話とかねした方が面白いかなと思って言いましたけど。いや僕ね、1年目の冬のボーナス200万円ですげえ。台湾の初任給に比べるとちょっとスタート早いですね。早かったですね。給料だとそういうのもあったんですけど、僕もともと表に立つのはすごい好きだったんですよね。出役が好きなんですか。出役が好きなんです。僕編集とか別にそんな好きじゃないです。辛い思い日々もだってこうやってやってるわけでしょ。そうですよ。だからテレビ局入ってから4年間ぐらい営業系の部署にいたんですけどね。だから制作じゃないんですよね。制作じゃない。ドラマでもスポーツでもなくて。そうなんです。僕はもうそのテレビ局が作った番組を日本全国にねローカル局があるので、その番組を販売する部署に
いたんですね。だからそれこそ吉田さんが元いた会社にうちの番組を売ったりとか、そういうこともやってた。なるほど。じゃあ営業系。僕はテレビ CM を売る。そうですよね。もう、なんていうのかな、裏方の花形みたいな感じじゃないですか。そうですね。営業っていうと毎日こうスーツ着て、でいろんな広告代理店と打ち合わせして、夜はもうとにかく飲み会をするという。もうただただ飲んでましたね。そうですよね。配属初日に言われました。お前はもう三等兵なんだから仕事なんてできない。何も期待しない。ただ夜宴会で目立て。関西の曲っぽい感じ。宴会で目立て。でも毎晩飲み会でこのスーツをね破られるんですよ。ポケットをねビリって取られたりね。最悪やん。ぐちゃぐちゃになってこそやっぱ翌日お前昨日頑張ってた。よかった。パワハラもんじゃないですか今だったら。あとは番組で事故った時に謝るっていう。一回ねもう事故ったのね。ドラマでねその多重債務者の方がもう首くくるみたいなシーンの後に消費者金融の CM が入ってしまって、すいませんでしたっていうのがね、謝る時に光り輝く。もうとにかく毎日パワハラとアルハラとドッキリ。もうドッキリが多いんです。ドッキリが。ドッキリなんてうちの部署にはなかったです。まず朝会社行って座って机の引き出しを引っ張ると爆竹が鳴るんです。パーンって。うわーびっくりしたー。でも先輩がもうめちゃくちゃ笑ってて。それ一番覚えてるのはね、飲み会で接待の飲み会ですよ。むちゃくちゃ飲まされてどうやって帰ったか記憶がない日があったんですよ。で朝会社行こうと思って7時半ぐらい起きたら、僕大阪いたんで06から始まる電話番号から鬼ほど電話かかってたんですよ。折り返して電話したら「梅田の曽根崎警察署なんですけど、昨日お初天神で警察官を殴られたのを覚えてらっしゃいますでしょうか?」終わりましたね。なのでつきましては今から曽根崎警察署に来てもらえますでしょうか。終わった。傷害事件じゃん。もう本当俺もうタクシーの中で俺もうそうですね。人生終わったと思ってタクシーで警察署行ったんですよ。そしたら先輩8人ぐらいで「てってれードッキリでしたー」もう笑えない。僕泣きましたよ。よかった。いやよかったじゃないんですよ。でもう5年間しはったんですよ。そうです。4年間その番組を売る部署にいて、最後の1年が制作ですね。アシスタントディレクターとしてロンドンハーツっていうめっちゃ有名バラエティ番組で AD をやってました。絶対しんどい番組。 AD の時はロケ弁ですか？ AD はそうですね、ロケの準備、そのタレントさんの楽屋にお弁当入れたりとか、でもやっぱタレントさんによって好きな飲み物が違ったりするから、例えばその皆さんもご存知かもしれない有吉さんは、ブラックコーヒー無糖じゃないとダメなんで、もうそれをもうちょっと多めに入れなくちゃいけないとか。ロンドンブーツのお二人、淳さんとか結構打ち合わせ広めの部屋をやっぱり絶対に抑えなくちゃ。狭いのが嫌だ。狭いのはちょっとやっぱり収録時プレッシャーかかるから、待機時間はやっぱり広めの部屋でゆったり過ごされた方がいいとか、やっぱそういう一個一個タレントさんによって好きな弁当も違ったりとか。昔はタバコの銘柄とか全部記憶したとか言いましたよね。やっぱエリアって大変だったのはタレントさんとかはまだいいんですよ。なんかそのディレクターさんのなんか飯みたいなのもなんかいやこれじゃねえよみたいな言われて、しけらセンスねえなみたいな。一回僕編集室でそれ号泣しまして、もう僕当時もう28とかなんですけど、28の男が号泣。もう2週間ぐらい帰ってない、自分どんどん臭くなっていってる体がもうね、匂いもうで、なんとかもう弁当とか頼まなくちゃいけない。弁当これじゃないって言われた時にパーンってなって、弁当なんでもいいだろみたいななんでそんな弁当で言われなくちゃいけないんだよみたいな感じで感情が崩壊した。パーンってなっちゃって、僕やっぱ普段言えないタイプなんで。そんな純ちゃん想像できないです。追い詰められたんですね。AD っていうのは皆さんもう人権がないんです。ただの奴隷です。ないんです。びっくりしました。制作会社の AD も局員の AD も関係ないですよね。アシスタントディレクターは等しく人権がないです。人権がないんですよ。本当に多分バラエティ番組とかが好きじゃない人が言っちゃいけない。好きじゃないってやってるね。あれはもう好きじゃないと無理です。番組も梶さんの番組でしょ。そうです。日本の有名なプロデューサーさんですね。ああいう人たちってもうやっぱもう好きでやってるから、どれだけ働いても疲れないんですよ。いいものを作りたい、その一心だから。ずっと編集室に住んでる人いましたもんね。いました。何日も家帰れないやつとかいましたもんね、ディレクターでね。いますよ本当に。なんでやっぱ自分がこう不潔になっていくのを感じながら、臭いのよ。なんか尊厳がどんどん失われていくんですよね。わかる。本当に大変でした。辛いけど楽しかったですか、やっぱりその看板番組。いやもう楽しいって思う余裕はなかっ
たです。だからもう別に吸いたくもないタバコを吸う、そのタバコ吸ってる時間は許されるっていうか、その文化ありました。タバコ休憩は OK です。 OK だからもうそこ行って少しでも吸いたくない休憩時間を作って、別にそんな好きじゃないですけど、でなるべくタバコも長く吸えるやつ、それを2本ぐらい時間かけて吸ってとかもう番組の編集にいろんな過去の素材とかが必要で、テープを探したりするのも AD の仕事なんですけど、もうずっと倉庫でもうずっと見つからないなって、ここで時間とにかく作るとか、編集者さんから距離を取るかみたいな。でもその間も電話来ますから、いつまでかかってんだよみたいな。すいませんすいませんって見つからなくて、トイレの台で5分だけ寝てました。いや本当にもうトイレで寝ますよね。あと階段の踊り場、唯一ここはバレづらいっていう固有の踊り場があって、そこで時間潰す。やっぱその時代は結構大変でしたね。あれを経験するともう何にも何とも思わない。本当におっしゃる通り、そのおかげで毎日更新は余裕でしたね。へでもないですね。全然余裕です。だからこそサンエージャパンはなんか伸びたのかもしれないです。毎日更新やってる YouTuber 他にいなかった。みんなテレビ局いいんじゃなくてハードワーク当たり前ですけどハードワークが余裕なんです。日本人鍛えられ方違います。寝なくても何とも問題ない。そうなんです。全然問題ないです。 YouTube 更新には行きましたね。もうこれもね聞かれまくった質問だと思いますけど、台湾だったんですね。その三原君と知り合ったのが慶応大学の演劇サークル。台湾行くのはやっぱり三原君が誘ってくれたっていう。三円さんだね。僕その4年間いた部署が結構仕事緩やかな部署だったので、平日も6時ぐらいにはもう帰れる部署だった。お楽しとんな。めっちゃ楽です。だからその分給はちょっと減っちゃうんですけど、平日夜時間あるで、土日も丸々時間があるので、その時間を使って三原君と一緒に YouTube やってたんです。そこから出発点というか、もとも大学生時代が仲良かったんですけども、社会人時代から日本向けに YouTube やってたんです。最初はなんかちょっとドッキリ動画みたいなのを撮ったりしてて、最初から台湾じゃなかったんですけど、ある時からやっぱ三原君が本当にやりたいことをやろうっていう、彼の元々の夢がアイドルになること。そうです。3円はもうアイドル。日本じゃ無理だからっつってそこがすごいね。無理全然もうジャニーズさんとかいらっしゃるから、そうか。もし海外だったらその外国人のアイドルとして可能性があるんじゃないかっていう。いやそこで台湾目つけたのはシャープでしたね。本当にね、やっぱ先見の目がある男であるんですよ。受けましたね。これが一気にいきましたね。これが見事に、最初はアイドルらしいことはやってなかったです。さっき言った通り日台文化比較コントみたいなので最初僕ら台湾の人に認知していただいたんですけども、その活動がある程度徐々に軌道に乗ってきて、僕は制作で忙しくなったから一時離れてたんですよ、その活動に。もうロンドンハーツ時代、バラエティー時代はそんなことやる時間ないですから、三原君がそういう状況を見かねたっていうのもあると思いますけど、台湾で軌道に乗ってきたし。見かねてくれたんですか。多分それもあると思います。いや本当いいやつなんで、そういうのもあって、純ちゃんじゃあ会社辞めて一緒にじゃあ YouTube やらないかって誘ってくれて、で僕は表に出たいし、そういう活動に興味があって会社辞めたっていう。サンエンジャパンっていうフォーマットって絶妙ですよね。笑いもやるし、歌もやるし、ドラマ仕立ての真面目もやるし、あれはもう2人で相談して決めたんですと。的にはもう三原君ですね。もう三原君が枠組み作って、自分はもう出る人。一気に行きましたね。本当に行きました。一番でも伸びたのは大食い動画ですね。大変でした。毎日更新してたんで、つまり毎日大食いしなくちゃいけないんですよ。しっかり太ってましたよね。太りました。僕らのモットーは食べ物を残さない。残さない。もう嘘なく全部食べきる。あれもうガチでやってるんですか。もうだからどんどんアイドルから離れていく。三原君やっぱそれはちょっと気になったんだこの先にアイドルあるんかって。もう見てくれ悪くなって登録者増えてるけど、じゃあこの太ったやつらのライブ登録者が増えて見に来んのっていう。2人とも顔丸なってて最初シャープでショットしてたのに。いやそうなんですよ。最近はそのチョンエンゴアイウっていう番組に出まして、それがもうエピソード1とか300-400万再生とかされてるみたいな。チョンエンゴアイウのポスターあるんですよ。15人ぐらいこう人が並んでるんですけど、もう 7,8 人日本人なんです。いや多すぎるだから見どころに日本人がめっちゃ絡んでる。僕も1回戦で落ちてるけど映ってますから日本人唯一の。他の人はクリアしてるんですけど。何の問題なんでしたっけ。
4世です、ね、4姿勢で僕姿勢ちゃんと勉強してなかったしてないんですよ。もう逆ガチガチやってたああじゃあ本当にもう HSK 一番上取ってまして中堅準1級まで取ってるんでもう姿勢命でやってきてるんですよ。そしたらちょっと次とか出た方がいいんじゃないですか。いやーちょっとオファーなかったですね。ここにいるぞ吉田社長が頑張れたんじゃないですか。4世だっていう時点で切り替えました。もうこれはもうリアクションでいこうと。リアクションはもう輝いてましたね。リアクションは本当に使ってもらってたんででも正解だったんだなって思ってそれこそディレクターの意図組んでるなと思って、考えながらやりましたさすがやなテレビ局テレビマンやないたことがここで生きてくるっていうもう純ちゃんもだから今聞きましたけど奴隷生活をそうですね、5年にわたってでサンジャパンで全然こう見る風景というか環境が変わったんじゃないですか。変わったんですけど三原君チームにいた時は三原君が会社を作ってたのでその中の一社員ではあったので、だから固定の給料もあってそこは三原君に感謝してるんですけどっていう生活から今そこから独立してっていうことなんで雇われる側から雇う側になったわけですよね。はい、そこって全く見える景色違いません？全然違いますしやっぱ現状なんか向いてないなって思いながら本当にやってます。そうなんですか？もともとはやっぱ結構その三原くんとかそのチャンネルとかを広めたいっていう思いでずっとありがとうございます、やっていたので、今は自分がどうしたいかっていう判断を全部しなくちゃいけないし自分がやりたいことないとみんなついてこないじゃないですか。でも僕はやっぱ今まで人のやりたいことをどう実現するかっていうその思考しか持ってこなかったからあんまり自分のやりたいことを主張もしてこなかったし正直なかったんですよね。経営者の一番大事な仕事っていうのは、一生懸命働くことでもなくて、額に汗してアクセク頑張ることでもなくてこっち向いて走りますっていうのを決めてそれに責任を取ることなんですよね、こっち向いて走りますが間違ってたら全部間違うんですよ。いやもう本当そうですよね。この山登りますってこの山が間違ってたら、どれだけ下が優秀でも現場が優秀でも絶対失敗しちゃうのでだから次登る山ここですこっち向いて僕たちは頑張っていきますっていう決めるっていう作業ですよね。そうなんですよね。僕は決めてもらった山の登り方とかを考えるっていうことにしかもそれを35年ぐらいやってきたので今急に自分がここに登りたいみたいなことを言うのがなんかちょっと不慣れというかなんかしっくりきてない。そうですよね、これから社員雇われると思いますけど、僕らも30人ですけど、その背景にも家族のいる社員もたくさんいるんでねそれを背負うと思うと100名以上の生活を背負うとなるとねなかなか判断に躊躇する時もありますけどやっぱそうですよね。そこが今やっぱもう怖いなっていう。逆にもそれだけに専念した方が僕はいいと思いますよ。だから自分で手を動かすのはもう大将はやるべきではなくて、そこはもう信頼して任せればよくて、こっち向いて走りますよ責任は俺が取るよっていうのが一番大事なファクターちゃうかなとは思いますけどね。それが難しいんですよ。やっぱ誰でもできることじゃないしやっぱ日本人だと苦手な人多いと思うんですよ。そうだと思いますよ。そういうのに慣れてる人はほとんどいないと思うんで、結局で何かを選択するということは他の選択肢を捨てるということなので捨てるができない。これはね非常にね胆力というかですね、正しい判断をするためにはやっぱり毎日手を動かしているよりはやっぱりいろんな人に会うことじゃないですか。AI が教えてくれないようなもう生の情報を取りに行ってより判断の精度を上げていくということなのかなと僕は思ったりはしますけど、めっちゃ人生相談みたいな。すいません純ちゃんも最近もう社長になられて心境の変化とかありますか？でも今本当に苦手なことをやってるんですけど、ってことはこれができるようになったら多分もっと面白い自分になれる気がするしもっとやれることが増えると思うので、せっかく台湾でこうやって永久居留も取ってそうですよね。そうです。お店もやってっていう風になったのでじゃあもっと自分が想像しなかったような日本のテレビ局にその65までいたらできなかったようなことができるような自分となんか人生になったらいいなっていう風に思って。じゃあ社長になってよかったですか？
よかったです。酔うてます。でも本当にいや良かったです。いやチャレンジですよね。チャレンジです。やっぱいいですね。だから台湾のこうやって一つの会社にとどまらないで、いろんなとこ転職していくみたいなのって、なんかすごいいい文化なんだろうなっていうふうに思いました。大家好，我是吉田社長。想看更多精彩 MV 或是日本旅遊相關資訊，記得訂閱吉田社長 Japan TV。多多支持我們哦！よろしくお願いします。純ちゃん、今日本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当に日本にお呼びできて幸せでした。いや本当にありがとうございます。お呼びいただいて。最後になるんですけど、純ちゃん1番から108番まで好きな番号をおっしゃっていただいていいですか。じゃあ77番はマジック一揆です。マジック一揆。私マジックが得意でした。この目の前の液体をマジックで一瞬にして消すことができます。結構入ってますよ。参ります。チャラララララあるな。チャラララララララチャララララララ見えなくなった。まだありますね。まだあります。まだあります。ではいきます。3、2、1。チャラララララ。まだあるんじゃないかな。多分。そんなこうかけて3、2、1。消えました。なくなってる。ちょっと待って、何これ。社長。77番です。これ番号によって違うんですか。いや108種類あるんで。すごい。本当に一個一個あるんです。あります。すごいな。なんだこの人。社長だよね。東京都渋谷区代々木 1-9-6パールハイツ代々木1階小料理吉田で皆様をお待ちしております。そして本場でも待ってるぜ。林森北路一乗車知識両派本場やっております。チアリーダースタッフがお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ミミさん、1から108で好きな番号言ってください。じゃあ9番でお願いします。なんだろう。9番か。9番720ですね。9番が720。360度 ×2 でこのグラスが720度回転します。じゃあいきますよ。皆さん、チャンネル登いいね、高評価やばいお願いいたします。すごい腕が行ってきます。イエーイ。いってらっしゃいい。ったー。みんな台北で会おう。よろしく。純ちゃんのチャンネルも登録してね。